皆さん、こんにちは。まなみです。今回は9点の目代わりが11月21日金曜日の17時から始まるということで、私のおすすめ商品をご紹介していきたいと思います。久しぶりに目代わりのおすすめ動画をアップするんですが、おすすめしたいなと思うものが何点も集まったので、今回ご紹介していきたいと思います。では、一つ目からご紹介していきます。こちらのカラコンです。アンローラのルナンベージュっていうカラーのカラコンで、とてもナチュラルに盛ることができます。で、水光カラコンで軸固定レンズなんですね。軸固定レンズっていうのが、レンズの片側だけが厚くなっていて、水光レンズなのでこうハイライトがあるんですけれども、それがちゃんと下側に固定されて一日中変な方向に向いたりとかしないので、とてもおすすめなんですけれども、ちょっとアップでお見せしたいと思います。すいません、ちょっと肌荒れとか見ていたら申し訳ないんですが、下側にハイライトが来て、チュルンとした瞳に見えますし、で、しかも自然なサイズなので、私はサイズが大きいものをつけると、目がもともと大きくないので、白目の部分がなくなってしまって、本当に不自然になってしまうことが多いんですが、これは着色直径が 13.1mm なので、ナチュラルに使うことができます。口コミにゴロゴロするとか乾くっていうコメントをしている方もいらっしゃったんですが、私の場合は全然感じなくて、目薬がなくても生活できるくらいだなって思いました。普段使っているクリアのコンタクトレンズの方が乾くなと思っていて、そちらの方がブランドを変えたりして目に合うものを探した方がいいなって思い始めたところなんですけど、これは全然私は大丈夫でした。あと外しにくいっていう口コミもあったんですけど、私も初回使った時は外しにくくてすごく焦ったんですが、目を見開いて撮ったらスルッと撮れたので、ちょっと目に力を入れてこんな感じで目を見開いてから撮るとすんなりと撮ることができます。あとはですね、つけた瞬間はこのハイライトの部分が下にあるので、ちょっとこの辺りが目線の下のあたりが少しだけ白く濁ります。ただつけて数分とか経てば全然気にならなくはなってくるので、私は問題なく使えてるんですけれども、最初の方は白くぼんやりしたものが映ります。はい、そんな感じで、私的にかなりおすすめのカラコンなので、気になった方は概要欄の方にリンクも載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、で、次はですね、クッションファンデーションです。これはレビュー動画も出したので、気になる方はぜひカードか概要欄の方にリンクを載せておきますのでご覧いただきたいんですけど、ザーセブンのカバーパーフェクションコンシーラークッションリニューっていう商品で SPF50+、PA4+ あります。で、ザーセブンってコンシーラーが有名じゃないですか。そのノウハウをこのクッションファンデーションにも詰め込んでいるみたいで、カバー力がかなり高くて持ちもいいんですね。最近使ってとても感動して、この前免許更新をしに行って、その日証明写真も撮影したんですけど、その時にも使っていたくらい崩れにくいのでおすすめなファンデーションです。今からアップで塗ってるところをお見せしますが、毛穴とかニキビアップでお見せすることになるので、苦手な方は次の商品までスキップしてください。本当に赤みがある日とかもこれを使っておけば綺麗に隠れますし、毛穴落ちもそんなに気にならないんですよ。ちょっとこすっても大丈夫なので、こうやって塗って光を遮るとこんな感じで、こちらと比べるとカバー力がすごくないですか？塗っている感ももちろんカバー力が高いのであるはあるんですけど、でもベタッと厚く塗っているっていう感じがなくて、これはおすすめしたいなと思ってこの動画を撮影しております。ということで他の部分も塗ってからまた戻ってきます。こんな感じで塗ってきました。最近は肌負担を考えてパウダーファンデーションを塗るようにしていたんですけど、このファンデを使ったらやっぱりしっかりカバーしてくれるのが綺麗すぎて、普段もこのファンデーションを使いたくなるので困ったなって思った商品ですね。なのでお出かけの時、しっかりメイクしたい時はこれを使うようになったんですけど、素肌感というよりはカバー
っていう感じなので、しっかりめにカバーしたい方はぜひ試してみてください。乾燥も私は感じず、以前クリオのファンデと比較したんですけど、クリオの方がマットめだったんですが、持ちはこちらの方が良かったので、私の肌にはこれが合っていました。で、このファンデーションは軽いパウダーと合わせるのがおすすめで、私はエタボスのミネラルシルキーベールを使っているんですけれども、これどうでしょう、目変わり対象にはならなさそうかな。どうでしょう。私目変わり対象だったらこれもリピ買いする予定で、今日お見せする予定はなかったんですが、大好きでリピートを何度もしている商品なのでお見せしたいと思います。こちらの底見えしているパウダーで、これは減りが早いので、これが2個目、リピート2個目で、あともう一つ白いパッケージの限定の方も持っています。でもこちらの方が汚れが目立たないので、この黒いパッケージの方がおすすめかなと思います。このパフも洗わないといけないんですが、これで取ってもう一度アップでお見せします。こうやって塗るじゃないですか。これが粉感もそんなになくて、で、ザラつかないですし、とても綺麗に塗れるんですね。メイク直しでも使っていたりとか、パウダーファンデーションを塗る前に日焼け止めのツヤを抑えたいので、そういう時に塗っています。マットにしてくれるんですけど、全然乾燥しないので、とても使いやすいパウダーです。これは3回も入っていないので、毛穴の詰まりとかを気にすることなく、たくさん使えるので、すごく万能なパウダーです。ただ、その分持ちは良くないので、ちょっとテカりやすいっていうのはあるんですけれども、肌蓋を考えると、すごくベストなパウダーなので、しかもプレストなので持ち運びもしやすいですし、これもおすすめです。次は、こちらのジュディドールのメリハリマスターパレットの、こちらのカラーです。05N エアリーカバートーンです。ちょっとこちらの商品をご紹介する前に眉毛を描いてこようと思います。眉毛を描いてきました。今回おすすめしたいのが05番なんですが、01N も持っていて、手で並べるとこんな感じで差があります。01N を試した時に粉質もとてもいいですし、綺麗に乗るなと思ったんですけど、やっぱり色味がグレーなので、私の肌だと少し浮くかなと思って05番を購入しました。こちらの方が私の肌には使いやすいです。さらっとふわっとした粉質なんですけど、手のひらだと分かりづらいかもしれませんが、上が01番で下が05番です。こちらの濃いカラーがグレー味がかなり強いので、そう考えると私には05番の方が合っていました。でもこの01番のハイライトがツヤっとしていて綺麗なんですよ。05番はもっとナチュラルな感じなので、このハイライトが下に入っていたらもう完璧だったんですけど、別々で使っていくしかないですね。これはロムでなんかおまけでついてきたブラシなんですよ。今ちょっといろいろ干しているんですが、なんかこういうブラシ、これもでもおまけですね。こういうなんかペリペラのものなんですが、こういうブラシとかで入れても綺麗につくので、筆の部分が小さすぎると濃く入りすぎてしまうので、私はこのくらいの大きさのブラシの方がふんわり入れられて良かったです。なのでこういうブラシがおすすめです。とりあえず、5番で入れていきます。いつもこの2色を混ぜて、鼻筋とこの鼻先に U 字に入れる感じで入れて、この明るい部分を取って、じゃあここに赤みが出やすいので、この部分と小鼻の横と口角に入れています。墨が出やすいので、ここに入れて、で、ハイライトは違うものがおすすめなんですよ。それがこのオフラのハイライター、オールオブザライツというカラーです。単色のハイライターも販売しているんですが、これは4色がセットになっているもので、右側のカラーを使っています。ピンクメイクをするときはこのピンク、その他のメイクをするときはこちらの明るい色、ベージュ系のカラーを使って、せっかく4色セットのものを買ったのでこちらも使えばいいんですけど、色が濃いめなのでいつ使おうかなって思ってるところです。とても粉質が良くて、あとつるっとピカッと光らせてくれるタイプのハイライターです。で、アメリカの製品だったのでしっかり発色するんですよ。こんな感じ。すごいですよね、ツヤが。
よく使うのはこの2つです。値段もデパコス並みだった気がしますが、でもその価値あるなと思って、もう毎日使っています。今日はピンク色を塗っていきます。光の加減で見えない気がしますが、あとは私は目のここにちょびっとだけ入れています。綺麗なツヤが出るハイライターなので、気になる方はチェックしてみてください。次、アイシャドウですね。これ久しぶりに使ってやっぱり本当に可愛いなと思って、以前購入品動画でご紹介したことがあったと思うんですけど、ピンク好きの私としてはこれおすすめしたいです。最近発色が淡いアイシャドウとかが流行っているじゃないですか。これはちゃんと色が出るんですね。私はパーソナルカラーがブライトスプリング、ブライトサマーなので、色が明るめでしっかりめに出る方が自分に合うなと思っているんですけど、これがぴったりでした。そう、このシリーズの色味が本当に可愛すぎて、ブラウン系のシャドウとか他の色も欲しいなと思っているところで、絶対にそれは目変わり対象になると思うので買おうと思っています。それではアップでお見せしていきたいと思います。いつも塗っている塗り方をしていきます。こちらを取って全体的に塗っていきます。それでちょっとピンクっぽい白めのカラーでベースを作って、次はこのもう少しピンクの濃い明るめのカラーです。これを取ってまぶた全体に塗っていきます。次はこちらの濃いピンクを二重幅より少しだけ広めに塗っていきます。私の場合薄い発色のピンクシャドウを使うと、実際見た時、近くで見た時は可愛い目元に仕上がったなと思うんですが、引きで動画とかで見ると何も塗っていないように見えてしまって、ちょっと似合わないなーって思うことがあるんですけど、これはちゃんと色が乗るので大好きなパレットです。あとブラウンです。その日の気分によってこちらを使うか、この濃い方を使うかで違うんですが、今日はこちら明るい方を使っておきます。これは二重幅に重ねます。軽く重ねる感じで、私はこの目元を暗くしすぎると怖い印象になってしまって、自分でも不思議なんですが、そんなに似合わないかなと思っているので軽く重ねます。こんな感じで、このラメを重ねることが多いです。やっぱりラメを塗ると少し薄まるので、その後上からピンクを足したりとかして調節して、同じラメを涙袋に使うことも多いんですが、今回他のアイシャドウもご紹介したいので今日は使えません。とりあえずこんな仕上がりになりました。そう、引きで見てもちゃんと塗ってるのがわかるぐらいの濃さなので、ちょうどいい色だなって思います。光が入りすぎていて分かりづらいと思うので、後でカーテンを閉めて撮影したいと思います。もう一つご紹介したいのがこちらのルミルのライトオンアイズシャドウパレット00番のグリッターオーナメントっていうシャドウで、全てグリッターです。これ以前も多分おすすめでご紹介しているので被っていたら申し訳ないんですが、全部可愛いんですよ。私はピンクメイクをすることが多いので、このナチュラルなちょっとゴールド味のあるカラーとかピンク、この辺りを使うことが多いんですけど、母はパープルメイクをすることが多いので、こちらを貸して塗ってもらったらすごく可愛いんですね。パープルのメイクにこのパープルのラメを重ねたら本当に可愛いです。それ置いといて、そう、すごくしっとりしているのでピタッと密着してくれて、キラキラ感も可愛いですし、しかもこれだけ色が入っているといろんなメイクを楽しめるので、オレンジメイクとか、あとバーガンディっぽいカラーとか、ブラウン系もあるので、普段ラメを使うのが好きっていう方はこれは持っていて損はないよなと思ってご紹介しております。今すごくナチュラルなラメを重ねているので、このラメも重ねてみたいと思います。こう重ねますね。すごくないですか？輝き方が。これは K-POP アイドルのメイクも担当されている方が開発しているアイシャドウパレットで、ブラウンシャドウも韓国の方で新しく発売されるっていうのを動画で見まして、トレミのあるブラウンシャドウなのかなと思っているので、もし日本で発売されたら買うか迷っ
っているんですけど、でも最近本当にブラウンシャドウが欲しいので、もし目代わりで発売されたら買っていると思います。はい、こんな感じでキラキラにして、一番よく使うのはこの色ですね。これを涙袋にのせます。ナチュラルに塗るので自然な感じにはならないのがいいです。私はグリッターが大好きな人間なので、このグリッターをのせる瞬間が本当にメイク楽しいなって思える瞬間でワクワクするので、これはもう本当にどのメイクにも合うので検討してみてください。これが最後です。最近動画でもお見せしたことのあるこちらのカラーグラムのアイライナーです。シェードリフォーミングブラッシュライナーっていうもので、上がですね、ローズ系のカラー、下がブラウン系のカラーで、ここに 30%、70% って書いてあるんですけど、これが色の濃さを表しています。手に装置をしてお見せしようと思います。上がブラウン系、下がローズ系で装置をしてみました。で、この上の方が 30%、濃い方が 70% なんですけど、70% でもこんな自然なカラーなんですよ。私アイラインをしっかりめに引くと結構目元の印象がきつくなりがちなので、これに変えてみたらすごく自然で、でも目の横幅は延長できるので、馴染んでくれるし、目も大きく見せてくれるっていうアイライナーなので、とても気に入りました。で、この 30% の方は涙袋に使うとかなり自然に描けるのでおすすめなんですが、私は特にこちらのローズの 30% の方が涙袋に描くと自然に馴染むなと思いました。もちろんブラウンの方もかなり自然なので、全然クマっぽくなったりはしないんですけど、よりナチュラルに描けるのはローズの方かなって思います。今日はピンク系のメイクをしたのでピンクで描いてみます。いつもこんな感じでナチュラルに描いていて、涙袋もこんな描いてるのがわからないぐらいの濃さで、もっとしっかり描きたいっていう方には合わないかもしれませんが、本当にナチュラルに描いているのがバレたくないっていう方はこれがおすすめです。こんな感じで。これぜひ買ってみてほしいです。で、私はマスカラは結構滲みやすかったりするんですけど、アイライナーが消えるっていうことはあまりなくて、これも全然取れたなとかって気になることはなかったので、問題なく使うことができました。今のライティング、色味がわかりやすいかもしれないです。曇ってくれてよかったです。こんな感じでマスカラとかチークとかあと髪を巻いたりして戻ってきました。色味がかなり変わって見えてしまうのでカーテンを閉めてきたんですが、アイシャドウとかこんな感じでアイラインとかも見やすくなったかなと思います。ということで、ここまでご覧くださりありがとうございました。気になる商品があった方は、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。あと、この動画に高評価をいただけるととっても嬉しいですし、あと、チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。はい。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。